こんにちは。今回はブルプロ通信15で発表された情報をもとに28日や今後のアップデート情報等についての動画です。ブルプロ通信15は2時間近くてかなりのボリュームでした。また公式サイトで発表された新情報も含まれます。引用元の URL 等は動画概要欄に記載していますので、ブルプロ通信や公式5章特設サイトもぜひご覧ください。それでは早速見ていきましょう。まず2月28日アップで内容の一覧がこちらですね。ここには事前に公開された追加や調整内容等は書かれていませんが、ブルプロ通信にてご紹介されていたので後ほど説明します。ミッションの追加はトムドルムの隠し鉱山調査、上級調査がカーストノール遺跡と、アルストン廃鉱、フィールドの自由探索が亡国の交渉と、正気の廃鉱、加えて5章の新フィールドであるラウエハラ岬に関するフィールドが実装されますね。闘技場はラッシュバトルが6段、EX ラッシュが3段、難易度が上がるようなので、現時点での高難度コンテンツがこちらになりますね。ゲイドはアステルリーズ防衛戦にです。防衛戦についてはプレイヤーのフィードバックを受けて改善されるようです。第1弾としては難易度を上げて報酬である GC を約3倍になります。そして防衛戦中にマウント移動が可能になります。さらにエネミーのウェーブ等や他の要素も今後検討中だそうです。前回の防衛戦は少し微妙な感じで、私自身動画も上げていなかったので、今回の防衛戦がどのように変化しているのか、すごい期待が高まりますね。スコアアタックは SA レイクリット行動2と SA 奇跡の谷に更新されます。連綿の塔では新たに減反の塔が追加されます。連綿の塔は難しい部類ですので、こちらもどちらかというと高難度コンテンツですね。その他、レベルキャップ解放や機能追加回収等盛りだくさんです。さて今回のアップデートの最も大きなところといえば、メインシナリオ5章の追加です。この新シナリオ5章については公式特設サイトの方で、詳しい情報を確認できますのでそちらもご覧ください。公式特設サイトの URL は動画概要欄に記載しておきます。ブルプロ通信15では5章 PV が公開されていました。こちらの5章 PV は新たに特設サイトでご視聴できるようになりました。公式 YouTube チャンネルの動画欄からもご視聴できます。いつもよりも明るい雰囲気で、さらに音楽で気分が上がるのでぜひ見てくださいね。新登場のララフォルテというキャラクターも出てきます。新シナリオの内容とともに非常に楽しみです。副題が獣の使徒でちょっと怖い感じもしますけど、歌姫メインの明るいストーリーだと嬉しいですね。そして5章実装に合わせて新フィールドも追加されますね。サンゴであったり、アーチ状の岩が海モチーフで雰囲気が神秘的です。海沿いエリアなので、潮の満ち引きで泳いで移動したりと、満潮時だけ行けるところや、間欠泉で飛んだりなんてこともできるようです。新フィールドボスもキングマノーという新種のエネミーが追加されます。見た感じでは水のエフェクトのスペル攻撃や波状攻撃をしていました。キングゴブリンくらい厄介な素早さです。またどんなバトルイマジン効果か気になりますね。次に2月の回収内容についてです。まずはじめに状態異常の調整です。今回調整される状態異常は、高速と挑発です。勘が良い人はわかると思いますが、イージスファイターの盾がさらに強くなります。高速の仕様から見ていきます。今まではバインドで拘束されたエネミーは、パーティーの味方による敵を引き寄せるスキル、つまり集敵で敵を動かすことができませんでした。今回の調整ではこの拘束状態の敵を、味方がスキルで集敵できるようになります。主にダストボルテックスや弓のウルトなどですね。これによってパーティーでの連携が拘束状態で阻害されなくなります。簡単に言えば好きな時に適当にバインドして拘束できるようになりました。エピスマッシャーも拘束状態の敵を自由に引き寄せられるので、より快適にパーティープレイができるのではと思います。次に挑発の調整内容について、挑発を受けた後のエネミーの行動が調整されました。今回の調整では敵の攻撃モーションを途中でキャンセルできるようになります。つまり挑発で敵の攻撃を中断できるようになります。敵の詠唱中やため攻撃などをキャンセルさせ、強制的に挑発を付与した人にターゲットを強制変更できるみたいです。敵の攻撃自体をねじ曲げてキャンセルできる行動が強いため、最初の挑発から30秒間で3回まで、このモーション中断ができるという制限付きです。加えて挑発状態のエネミーはさらに非ダメージアップというデバフがつくようです。こちらの非ダメージアップは、記憶違いでなければ、以前追加されたものを指しているのでしょうかね。それとも非ダメージアップ効果がさらに、情報されるということですか？よくわかりません。
今回のアップデではさらに新スキルで盾と弾が挑発付与できますね。これら状態異常の調整は実質盾と弾の情報調整と言えます。盾のイージスファイターはアップデートの度に強化されてすごいですね。私自身も高難度に行くときは盾や弾がすごい安定するので、さらにバフが来て嬉しいです。次に、スペルキャスター2の一部タクティカルスキルの財力を情報調整です。一部スキルのダメージがかなり上がります。これ結構な情報調整ですね。杖メインの私自身も大歓喜です。サンダーマインが 2.1 倍ですか。これメインスキルになる可能性ありますね。フレームグレネードも 1.85 倍なので、これはアイシクルから乗り換えになりそうです。高難度でチェーンを稼ぐライトニングも 1.5 倍とこちらもすごい。アイスシャードは 2.6 倍とやけくそアッパーですね。まだまだ話足りませんが、今後別の動画でもっと詳しく触れたいと思います。次に、一部コンテンツの億数の上限を拡張です。関連してソートボタンの追加等も増えるようです。わかりやすく利便性が上がるので良いですね。バック枠や小関連枠も改善されたいところです。次に、ミッションの開始条件を調整です。申請人数が3人以上かつ1分経過した場合、ミッションに突入できるようになります。さらに、開始人数や途中入退室に応じて HP が自動調整されるようです。これら今回の調整は、調査、追加調査、ラッシュバトル、限定です。上級調査や EX ラッシュ等は除外です。ここ重要です。また3人以上という条件も重要そうです。ソロでミッションに挑戦できるわけではありません。下位のレベル帯のミッションでもレベルシンクがあるので、70レベルになろうとも、下位の調査を一人で行くと地獄を見ます。意図としては過疎化したミッションで、人数が集まらないことへのマッチング緩和調整ですね。ミッションの数もかなり増えているので、直近に追加されたところや、人気武器のところ以外は、ミッションのマッチングが過疎化している現状です。今回の調整でミッションが行きやすくなってよかったです。初心者等で、同レベル帯のミッションの需要が少なく、困っている人もいたと思うので嬉しいですね。自分もたまにアドベンチャーボードを目で苦労してます。また、以前はパーティーが6人でなくても、エネミーの体力が6人の時と変わりませんでしたが、今回から HP が自動調整されるので助かります。5人や4人スタートの時の残念感や絶望感すごいですからね。もしかしたら固定パーティーでは3人揃えられれば良いので、以前よりも募集のハードルが下がるのも良い点ですね。まあ私に固定組める人はいませんが。気を取り直して次に行きます。ネームドエネミーの出現条件を調整です。出現インターバルが半分に短縮。シナリオや世界観に関わらないエネミーの昼のみ、夜のみ出現条件を除外。プレイヤーが複数に集まることで出現する条件を除外。これがバトルイマジン入手に対する緩和なんですかね。できれば防衛戦とか何かしらのミッションでバトルイマジン緩和してほしかったですね。とりあえずネームド倒す機会が増えて楽しそうではあります。次は、マウントキャラバンの実装です。これを告知になかった新情報です。マウントを派遣して報酬を得られます。プレイ外の時間を活用できます。他のスマホゲーとかでよくある放置系のやつですね。最大5体派遣できるみたいです。これに合わせたマウントの配布等についても次に説明します。また報酬は、基本的に地域素材が1トンの報酬とされます。レアな素材には、イデア、着色染料、超食材があるようです。ボスのイデアも出たりしたら嬉しいですが、あまり期待しないでおきます。これらアップデートに合わせて次の調整がされます。マウントイマジンに限界突破を追加です。最大3回までの限界突破で、さらにマウントキャラバンの報酬が変わります。限界突破時の成功率は 100% です。つまり最大効率を求める場合、マウントキャラバンの奥の最大数5にそれぞれ、元のマウントと限界突破最大数3を合わせた4体、それら合計20体のマウントが必要です。これに対するマウントの入手緩和として、現在の冒険者ランク報酬、GC での報酬、超レアエネミーからのドロット、これらとは別に、ボーナスクエストで2体のマウントを追加、アップデートキャンペーンで別に2体追加、そのため今フォックス1体しか持っていない人も、追加で4体は入手できる機会があるようです。5体は確実に入手できて派遣できるのでそこは安心できます。あとは限界突破でどれくらい効率が変わるかですね。同じ個体が4体必要なのが結構きついですね。マウントの限界突破最大3目指してガシャ回す人は、頑張って4回同じマウント入手しましょう。次に、勲章の追加です。
冒険者カードに勲章を設定できるようになるそうです。ミッションマッチング時にスライド右のような画像が表示されます。とのことで、某人気 FPS ゲームみたいですね。募集で何の勲章持ち集まれとかありそうです。単に収集要素として勲章集めも楽しそうですね。以上が調整及び回収内容でした。続いては、2月新商品、キャンペーンご紹介です。2月ガシャ商品はこちらです。星の装いガシャです。歌姫がメインの精霊祭をイメージした衣装ですね。アイドル風なアーティストの格好です。マウントはこちらです。スペシャルシアターガシャです。今回は特別仕様でマウント中に専用 BGM が流れます。自身の身に適用なので、複数人で騒がしくなったりはしません。防衛線の絵面がカオスになりそうです。良い意味でおバカな感じが私も好きです。すや、巣みたいな雰囲気を感じます。セグウェイに既視感もあるような。ガシャのおまけはこちらです。全部で4種類です。精霊祭ダンスやローリングダンス。楽しそう。ギルダンスかな。次は、定常マンスリーイベントです。髪飾りのアクセサリー報酬。かわいいです。細かいアクセサリーもクオリティ高くていいですね。次は、5章実装記念、推し活キャンペーンです。第1弾が X でのキャンペーンです。対象ハッシュタグでポストすると、投稿したキャラのアクリルキーホルダーが抽選5名に当たります。当たった人は強運の持ち主ですね。第2弾が歌姫応援キャンペーンです。こちらは3月13日からなので、新シナリオがクリアできたくらいの頃合いで、ゲーム内で推しキャラの記念品称号と交換できます。推しキャラの最終的な順位で何かが起こるようです。シナリオを見て何か察しがつくかもしれませんね。以上が、2月新商品、キャンペーンご紹介でした。続いて、アンケートのフィードバックについてです。ここからは今後のアップデートによる調整方針等がお話しされていました。戦闘に関するアンケートは属性バランスが不評のようです。実際に私も火が一番強いと思いますし、それ以外使えませんね。非属性を下げる形ではなく多属性を情報調整するようです。武器を各属性ごとに強化する必要が出てきそうです。ゲーム内イベントについてのアンケートです。マンスリーイベントが定常ですが、それだけだと現状。イベントはやっぱり物足りなく味気なさがあります。これはプレイヤーも開発側も認識としては同じようです。イベントライクなものとして3月にサドンデスがあります。イベント系と言いますかコンテンツ全般は今後に期待ですね。ガシャ衣装はアンケート結果からメイド服を先に復刻するようです。ガシャからの期間限定の衣装は、期間外に欲しくなっても入手できないので、ガシャ衣装が定期的に復刻されると嬉しいですね。PVP コンテンツについてはあまり望まれていないようです。私個人的にモブルプロに対人戦は求めてないですね。複数パーティーの PVE が間接的に PVP になるとか、パーティーゲーム程度のワイワイしたお遊び感があるとか、くらいならまだ良い感じはします。今後期待するアップデートについてのアンケートです。不具合等をおいおい、修正するのはもちろんあるとは思いますが、やはり生活系コンテンツに需要があるみたいです。MMO っぽさをブルプロに求めている人の大部分が、生活系コンテンツを求めてますよね。私もそうです。ソード、オンラインみたいな、ね。またサバイバルクラフト系が最近の流行りゲームですので、そういったことも関係ありそうです。新クラスは4月ですがそれ以降も追加していく予定のようです。次に、お知らせ、です。決済キャンペーンです。こちらは Amazon、Pay での決済キャンペーンです。またドスパラ通販サイトでの決済キャンペーンです。気になる人は見逃さないように注意です。次に、五章獣の死と実装記念キャンペーン、です。ログインボーナスや銀ナッポ出現超アップ等が開催されます。期間限定で新種レアエネミーも確率超アップになるようです。後々詳しい情報が出そうです。続いて、公式グッズ登場についてです。各種グッズが販売されるようです。ローソンでのグッズ販売です。こ
こちらではクリアファイル、アクリルブロックキーホルダー、オリジナルブロマイドです。アニメイト、ムービックその他アニメショップでの販売です。こちらではアクリルバッジ、ステッカー、ラバーコースター、タンブラー、アクリルパネルです。ナムコ及びトルモのクレーンでの販売です。こちらはスタンド付きアクリルプレートです。次に、アイテムプレゼントです。今回はシリアルコードではなく、ログインで直接ゲーム内レターから受け取れます。受け取り可能期間は2024年2月21日22時から2024年3月6日10時までです。貨車チケット5枚とドロップ3個です。どちらも貴重なので受け取り忘れがないよう注意です。以上ここまでがブルプロ通信15にて発表された最新情報でした。次回はブルプロ通信4月なので1ヶ月以上期間が空きます。少し寂しい感じはしますよね。残りはブルプロ通信15でご紹介されなかった情報です。公式特設サイトの新要素からご紹介します。まずは、アタックチェッカーです。どれくらいダメージを出せるか計測できるようです。いわゆる、DPS 計測ができます。ソロだけでなくパーティーでも利用可能です。装備やタクティカルスキルの組み合わせを確認できますね。スキル回し等も以前より楽にお試しできそうです。マウントキャラバンはブルプロ通信で触れました。おさらいですがマウントを派遣して報酬がもらえます。派遣枠の最大が5枠で、マウント限界突破が最大3です。レベルキャップ解放と新スキルは以前の動画で触れました。上限が60から70レベルになり、50レベル以上で共有クラスボーナスがつきます。また各クラスに1つずつ新タクティカルスキルが実装されます。次に、スカンについてです。エネミーだけでなく、武器、バトルイマジン、エンハウスイマジンのカテゴリーが追加されます。今後アイテムカテゴリーも追加予定のようです。以上が公式特設サイトからの残りの追加情報でした。どうでしたかね。今回のアップデートなどの最新情報。今回のアップデートはボリュームが多いですから、いつもよりさらに楽しめそうではあります。古書大型アップデート。非常に楽しみです。皆さんは今回の動画で気になる情報等ありましたでしょうか。プレイしていての感想や今後期待する追加コンテンツ等、お気軽にコメントいただけると嬉しいです。いつも高評価、フォロー、コメント、動画投稿の励みになります。ブルプロ通信のボリュームも大きかったため、いつもより今回は動画も長くなってしまいましたが、ここまでご視聴ありがとうございました。またね。